2025年の J リーグがついに開幕した。この動画では開幕戦のうち3試合をピックアップ、ネットの反応も添えてお送りいたします。では早速見ていきましょう。湘南ベルマーレ対鹿島アントラーズ。2連覇中の王者ヴィッセル神戸は浦和レッズとの開幕戦でドロー発進。昨季4位のガンバ大阪は大阪ダービーで宿敵セレッソ大阪にまさかの5失点を喫し波乱の幕開けとなった。鹿島アントラーズも湘南ベルマーレとのアウェー戦、国内7冠の名将鬼木徹監督を迎えボール保持を重視した攻撃的スタイルへの移行を進めてきたが、課題が浮き彫りとなる結果となった。宮崎キャンプや2月1日の水戸ホーリーホック戦でも停滞感が見られ、本番までにどこまで修正できるかが注目されていた。スタメンは予想通りの布陣、2トップに鈴木優馬とレオ・セアラ、2列目には右に荒木遼太郎、左に諸岡修、ボランチは柴崎岳と知念慶のコンビ。最終ラインも昨季のメンバーを踏襲したが、右サイドバックには能野公人ではなく新加入の小池龍太が起用された。湘南の左サイドにはスピードのある畑大河が控えており、2対1のミスマッチを避けるため守備力の高い小池が選ばれたと考えられる。しかし試合は序盤から湘南の激しいプレスと走力に苦戦。前半のシュート数は湘南の10本に対し鹿島は7本。決定機も何度か作られたが守護神早川祐希の好セーブで0対0のまま折り返した。後半に入っても鹿島の攻撃は停滞し、64分についに均衡が破られる。シーズン前は補強が少なく残留争い必至と見られていた湘南だったが、たった一人の男がその評価を覆した。昨季2桁ゴールを記録したスピードスター福田翔が見事な個人技で鹿島の守備を突破しネットを揺らした。鬼木監督は能野公人や松村雄太を投入し、さらには怒りの2トップ交代など打てる手を全て尽くしたが、最後までゴールを割ることはできなかった。後半のシュート数はわずか3本と合計でも湘南の3分の2に止まり、試合を通じて主導権を握られる展開となった。新体制での船出となった鹿島だが、課題の多い開幕戦となった。ネットの反応。福田、うめえ。福田、いいね。湘南、先生。湘南、すげえゴラッソ。福田、やべえなこいつ。南米の選手みたいだ。福田、夏には海外か。昨年のブレイクはブロックじゃなかったな。鈴木と福田の迫力すごいな。でも鹿島はいつも湘南にやられてる印象ある。ユーマ、下げるのか。ユーマ、サクッと変えられるのは鬼木だけ。鬼木、怒りの2枚変え。セアラ、ユーマ、アウト、徳田、田川、イン。福田、マジでずっと良いな。湘南、福田って J3 からの叩き上げかよ。すげえな。日本サッカーの層、熱すぎるだろ。湘南ってよく福田と鈴木を強奪されなかったな。多分引き止めに使ったせいか補強がろくにない。鬼木は足引っ張ってる選手でもお気に入りは固定する悪癖がある。家長を外せるようになって川崎は変わった。鹿島では荒木に固執してる感じあるのでやばそう。川崎フロンターレ対名古屋グランパス。今シーズンから長谷部茂俊監督を迎えた川崎フロンターレは先日の ACL 東地区プレーオフで韓国のホハンスティーラーズに4対0で快勝し好調なスタートを切った。その勢いのまま迎えたリーグ開幕戦には日本代表の高井康太や山田真が先発に名を連ねた。試合序盤マルシーニョが警告を受け、さらに12分には佐々木が
負傷交代するなど激しい展開に。それでも前半は一進一退の攻防が続き、スコアレスで折り返す後半に入ると川崎フロンターレが徐々に攻勢を強める。そして58分、チームの今シーズン1号を決めたのはやはりと言うべきか高井だった。左サイドのフリーキックで三浦がボールを供給すると、高井が頭で合わせてネットを揺らした。 VAR チェックが入ったがゴールは認められた。さらに67分、左サイドを抜け出した三浦がマルシーニョとのワンツーでエリア内へ侵入し、グラウンダーのクロスを供給。これを山田真が冷静に決めて追加点を奪った。その後も川崎フロンターレの勢いは衰えず、34分には山田のシュートがクロスバーを叩くも、そのこぼれ球に素早く反応した山内日向が押し込んで3点目を記録。さらに88分には山内が右サイドから切れ込んで低いクロスを送ると、宮城天がヒールで合わせて4点目を決め、試合を完全に決定づけた。最終的に川崎フロンターレは4対0で快勝し、 ACL に続いて長谷部新監督のリーグ戦初陣を白星で飾った。試合後、名古屋の長谷川健太監督はインタビューにて、完敗ですね。失点してから気持ち的にも戦う姿勢で負けていた。点を取られても崩れないという強さが足りなかった。そこを川崎に持っていかれたと思いますし、ここは反省していかなければいけないなと思いましたと失点後大きく崩れてしまったことを悔やんでいた。ネットの反応。高い、来た。三浦のいいボールから高井くんヘッドで川崎先生。言わんこっちゃない。意識が高い。鹿島は湘南、名古屋はアウェー川崎。めちゃくちゃ相性悪いらしい。ニュー山田、来た。完璧や。川崎、強い。完璧なゴール。川崎のゴール、美しいな。だから長谷健ダメって言っただろ。粘着アンチじゃなくて。これは課金、名手ですわ。名古屋が最下位になる可能性が出てきた。山内、来た。焼き味噌。名古屋さ。ルヴァン取っちまったおかげで健太続投とかいう地獄を味わう名古屋サポ。名古屋ボロボロじゃねえか。ガンバ最下位回避なるか。川崎あと1点取れば首位や。山内プロ初ゴールか。川崎サッカーするやん。ガンバも名古屋も抜けたポジション放置して崩壊してんのよな。名古屋は怪我だから仕方ないけどさ。宮城店来た。おお、宮城店。川崎やりたい放題か。お、店さん。名古屋ガンバ抑え最下位確定。ガンバと京都を凌駕する名古屋。強い川崎が戻ってきたな。しかも若返ってる。ゴールを決めた選手が全員アカデミー出身とチームにとっても喜ばしい試合であったが、そこに水を差す出来事が発生した。お詫び。チョン・ソンミョン選手に関するお知らせ。K クラブに所属するチョン・ソンミョン選手が2月17日に川崎市麻生区内を自家用車で運転中、道路交通法違反、進路変更禁止違反により検挙されました。なお、その際に運転免許証が失効していたことも判明いたしました。K クラブではこの事態を重く受け止め、チョン・ソンミョン選手本人と面談の上、猛省を促し、クラブ独自の処分として公式戦1試合の出場停止処分のほか、合わせて強化部門の責任者に減俸を課すことに決定いたしましたのでお知らせいたします。今回の件につきまして、ファン、サポーターの皆様、パートナーの皆様、すべての関係者の皆様に多大なるご心配をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。公式サイトより。ちなみに川崎の運転免許証失効は2019年の森田以来6年ぶり。せっかくの解消に水を差す出来事となった。
トボール天国。ファジアーノ岡山対京都サンガ。 J1 昇格プレーオフを制し、クラブ史上初の J1 昇格を果たした岡山。記念すべき J1 開幕戦ではアウェーサポーターに対して岡山のある恐ろしい秘策が実行された。その秘策がこれである。ビジター入場ゲートでのきびだんご配布。京都サンガ FC サポーター限定。岡山にお越しいただいた京都サンガ FC サポーターの方にきびだんごをプレゼント。先着500名様分をビジター入場開始時11時30分から配布します。岡山県の県庁でファジアーノ岡山のクラブ名の由来でもある記事にちなんで、旅のお供に岡山名物のきびだんごをお渡しします。お分かりいただけただろうか。日本古来から伝わる栄養食ともいえる栄養食と言えるんか。きびだんご。その効能は日本人であれば皆さんよくご存知のはず。あらゆる生き物をお供とすることができる。この配布をアウェーサポーターにのみ限定することで、強制的にファジアーノ岡山のお供とする、強制的に寝返りを促そうとする恐ろしい策略だったのである。この試合の結果もこのようなさまざまな剣謀術数の結果であったことはもはや言うまでもないことだろう。岡山の人に怒られるぞお前。そんな岡山のスターティングメンバーは昇格の立役者であるスベンド・ブローダーセン、田上大地、木村隆也、ルカオに加え、新戦力の竜田優吾、加藤聖、江坂渉がスタメン入りした。対する京都は昨季 J1 で14位フィニッシュ、上位進出を目指すシーズン初戦で昇格組の岡山と対戦。新助っ人のパトリック・ウィリアムとジョアン・ペドロがスタメンデビューし、昨季の主力である川崎颯太、ラファエル・エリアス、原太一も開幕戦に名を連ねた。岡山の J1 初戦は大きな期待感と緊張感の中でキックオフ。序盤は拮抗していたが徐々に京都が押し込む展開となる。9分、ボックス手前左から川崎が鋭い左足シュートを放つもゴールキーパーブローダー戦の好セーブに阻まれる。その後もセットプレーを交えた京都の攻勢が続いた。しかし守勢の岡山に歓喜の瞬間が訪れた。23分、左コーナーキックから加藤が左足でアウトスイングのボールを送ると、田上がフリーで左足ボレーを決め、クラブ史上初の J1 ゴールを記録した。その後も一進一退の展開が続いたが、36分に岡山が追加点。中央のパス交換からルカオが落とし、江坂が右サイドへ浮き球を展開。柳のヘディングでの折り返しを木村が右足ボレーで決め、リードを広げた。岡山は京都の反撃を冷静にかわし、ルカオが個人技で3点目に迫るもディフェンスに阻まれて追加点とはならず、しかし2点リードで前半を折り返した。後半開始時、京都はジョアン・ペドロと宮本を下げ、福岡と菅井を投入。だが立ち上がりは岡山がペースを握り、ルカオと江坂を起点に攻め込む。時間の経過とともに京都も押し込み、3トップを中心にシュートを増やしていく。しかし決定機には至らず、奥川雅也、中野龍馬を投入して攻撃の活性化を図るも流れを変えることはできなかった。この結果、記念すべき J1 初陣で京都に完勝した岡山が最高の形で日本サッカー界最高峰での挑戦をスタートさせた。あとどうでもいいことだが、岡山1点目田上大地選手、岡山2点目木村隆也選手、みんな陽キャが過ぎる。今後もこのノリでいくのか、公式の X のポストにも注目である。ネットの反応。岡山初勝利おめでとう。ルカオ通用しそうだな。
大都会、初勝利、おめでとう。大都会、2対0、こと。岡山はジャスコあるんか。大都会の基準点だぞ。岡山暫定、2位で、アジアチャンピオンズリーグエリート、県内か。岡山、おめでとう。わよ、スタジアム建てろ。岡山にはイオンがあるらしいな。ウエストランド、無敗伝説。きびだんご、つえ。岡山、誇らしい。ファジアーノが勝って、わえなあぼっけー嬉しいんじゃ。岡山、練習試合で鹿島ぼこったのは、伊達じゃなかったんだな。岡山、いけるやん。失点なしで、J1 初戦、初勝利は偉いぞ。岡山はチケットソールドアウトでこの勝利は勢いに乗りそうだな。てか今まで、岡山ぐらいの都市規模で、J1 にいなかったのが、不思議なぐらいだ。鹿島の苦戦は予想通りというか、過去の動画で指摘している通り、どうにかしてレオセアラを生かすというか点を得る形を作らないと、このままではやばいですね。湘南は今季も福田、弟には期待できそうですね。転じて川崎は予想以上に戦術の浸透が早い。やはり時代は木保持なのか。今季も山田、新の活躍に期待したいところ。名古屋はシュミットの負傷も痛いところですが、やっぱ健太監督がガンバサポなのでよく知っている。岡山は歴史に残る初勝利おめでとうございます。京都も昨シーズン猛威を振るった3トップの復活に期待したいところですね。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。